んだよ。任天堂スイッチで発売中のパズルボブルシリーズの新作、パズルボブルエブリバブル。今回の動画も、ストーリーモードの通常ステージを全部攻略していくよ。パート1、パート2に続いて、今回はエリア8の魔法使いの洞窟からエリア10のレインボームーンまで。メインストーリーはエリア10までだから、今回が最後になるよ。ストーリーは前回と同じくクリアのお楽しみとして飛ばしていくよ。星3クリアする場合のクリアの仕方の一つだと思って参考にしてね。ステージごとにチャプターがついてるから、見たい箇所に飛んでみてみてね。ここから先は新しいバブルは出てこないけど、全体的に難易度が高くなってるよ。このステージは壁にうまく反射させて、危険と岩にくっついてるバブルを消そう。星3クリアの時間制限が結構厳しくて、天井が下がるスピードも速いから、素早く狙いを定めて消そう。一瞬で終わるステージ。左のブラスターが右斜め上の時に毛玉を当てたら、今度はちぎり落としたブラスターを残ったゴムに当たるように狙ってクリア。かなり難しいステージ。右の壁で黄色バブルを反射させて、右のバブルの柱をなるべく上の方からちぎり落とす。真ん中はオレンジバブルが拾ったゴムで同じように破壊。外しちゃった。ボム使っちゃおう。星3クリアの制限時間はここもかなり厳しいから、最初の壁反射でうまくちぎり落とせるかどうかが鍵だよ。ダメそうならさっさとリトライしてやり直すか、壁反射の練習を重ねてみてね。スターをうまく使わないとクリアできないステージ。まずは黄色とその左右のバブルを割ってスターを落とそう。次は4つ色が集まる場所を人工的に作ってあげて4色消し。残ったバブルを消せばクリア。スカルモンスターが出てくるステージ。消した手玉で狙えそうなところからサクサク消していこう。天井が落ちるスピードがかなり速いから、角度によって狙いやすい場所、狙いにくい場所がどんどん変わっていくから、臨機応変に片付けていこう。ちぎり落とせそうなところはなるべくちぎり落としたいけど、スカルに当たらないように気をつけて。クリア。スカルがいると緊張するね。チェンジバブルのみが出てくるステージ。なるべく同じタイミングで変化するチェンジバブルや一直線に並んでるバブルが交差しているちぎり落としやすそうなところを狙って消していこう。片側に気を取られてると反対側があっという間にデッドラインを越えちゃうから気をつけてね。左側は OK だけど右側が危ない。あう、間違えてぐちゃぐちゃにしちゃった。あとは真ん中ら辺を消していくよ。
制限時間が結構厳しいけど、なんとかクリアできそう。クリア。ボムとブラスターをうまく使ってあげるステージ。まずはブランクバブルの色替えをうまく使いながら、ブラスターを矢印が真横の状態でちぎり落とそう。次は、一番上に並んでるブランクバブルの右から6つ目あたりを目指して、右側のカラーバブルを消して、道を切り開いていくよ。天井までたどり着いたら、跳ね返らないように、ブランクバブルのすぐ横あたりを狙ってブラスターを投げよう。右側がちぎり落とせたね。今度はゴムの方をアイテムとして使うためにちぎり落とそう。レッドラインも越えないように気をつけて。落とせたら、天井付近の左から3つ目付近のブランクバブルを目指して、バブルを切り開いていこう。天井にたどり着いたらゴムを投げて。あ、ちぎり落とせなかった。けど、ちぎり落としやすくなったから根元あたりを手玉で狙って、クリアできた。視点とチェンジバブルのステージ。下の3つの視点にくっついてるバブルは、チェンジバブルが隣のバブルと同じ色に変わった瞬間に、なるべく手玉を当ててあげるといいよ。上の3つの視点の方が少し厄介だけど、視点にくっついてるバブルだけを消せばいいから、同じ色のバブルを手玉に持って、チェンジバブルも同じ色になった瞬間に投げると、一発でスムーズに消していけるよ。一番右のバブルの塊は天井にくっついてるバブルも消してクリア。ペイント系のバブルがたくさん。カラーバブルはいろんな色でごちゃごちゃしてるから手玉をペイントバブルにどんどん当てて色を変えていこう。当てるときはペイントバブル内の色と同じ手玉のバブルを当てるのがそのまま消えてくれて楽だからおすすめだよ。残りは起点の上のバブル。あとは右上だけだけど全然緑が来ない。やっと来た。バブルが渦巻きみたいになってるステージ。ステージの端にペイントバブルが5個あるからうまく使おう。まずは最初に落としたペイントバブルを右下の視点、バブルが3つ集まってるところへ。これで消しやすくなったね。残りのペイントバブルも視点の周りのバ
バブルが3つ集まってる部分やちぎり落としやすそうな部分に使ってあげるといいよ。これで左の視点の周り青に染められそうかな。うまく染めて消せた。オレンジのペイント今使おうかな、やめとこうかな。やっぱり余裕あるから使っちゃおう。間違えた。まあいっか。ギリギリクリア。危なかった。ブランクとスカルが登場。ブランクバブルは当たったバブルを手玉と同じ色に変えてくれるから、それをうまく活かしてスカルには当たらないようにちぎり落としていこう。連射しすぎてうっかりスカルを起こさないようにね。チャックンを助けるときはブランクバブルをチャックンバブルと同じ色に変えて助けるようにしてみてね。少ない手数で助けられるよ。解き方がいろいろありそうなステージだけど、僕のやり方は、まず左から2つ目のブラスターを斜めで切って、右から2つ目も同じように切る。うまくいくと時差で真横矢印のブラスターが手に入るから、それを真上に投げると一気にちぎり落とせるよ。あとはちょっと残っちゃったバブルをちびちび消してあげれば。クリア！僕的にはこのやり方が一番早くて楽かもって思ってるよ。マイナスバブルを避けながらチャックンを助けるステージ。このステージも星3クリアの制限時間がかなり厳しいよ。斜めに投げて反射させたりしてちぎり落とすときにうっかりマイナスバブルを消しちゃいやすいから気をつけてね。反射させていけなかった。さっきからオレンジが欲しいんだけど。外した。なんとかクリアできた。アイテムなしでストイックに解いていくステージ。サクサク
く消していきたいところなんだけど、バブルを消す順番によっては他の視点の周りのバブルとかが一発で消せなくなっちゃうようなちょっと意地悪な配置になってるから気をつけてね。ところどころに紛れてる視点の位置とそこにくっついているバブルが何色なのかを意識しながら優先的に消していこう。板も順番を間違えると落としづらくなっちゃうから早めに処理しておこう。今のところ順調と思ったら間違えた。あとは落ち着いて天井付近のバブルを消せばなんとかなりそう。あ、最後ミスったけどクリア。ボスステージ。真ん中にスターがあるからちぎり落としに行きたいと思うよ。スターの周りはチェンジバブルが取り囲んでるからチェンジバブルの色が変わるタイミングをうまく狙ってあげるとゲットしやすくなるよ。同じチェンジバブルが2つ並んでるところに当てたり隣の色や手玉と同じ色に変わった瞬間をうまく狙ってあげてね。天井もどんどん下がってくるからデッドラインも越えないように気をつけよう。よし、スターゲット。4色違う色が集まるところを人工的に作ってスターを当てればあとは残ったオレンジを処理してクリア。レディーゴー。このステージは一番上にボムが並んでるよ。ということは一番近く投げやすいところに手玉を投げて天井のどこか1箇所に向かってとにかくバブルを掘り進めていこう。そうすればボムのどれか一つに手玉を当てちゃえば一気にクリアできちゃうよ。はよこよかよ。レディーゴー。ガイドバブルなしで岩の隙間に閉じ込められたチャックンを助けなくちゃいけないステージ。こんな風に壁に反射させながらチャックンバブルに当たる位置を自分でうまく調整して探していこう。天井は下がってこないし時間は結構あるから何回か間違えても大丈夫。反射させる角度はこの動画も参考にしてみてね。レディーゴー。チェンジバブルがたくさん出てくるステージ。同じタイミングで変わる色の違うチェンジバブルが間に挟まっているからサクサク消していくのがなかなか難しいよ。適当に打っていくとごちゃごちゃになっちゃいやすいから変化する色をよく見極めて。手玉や周りと同じ色に変わった瞬間を狙って丁寧にバブルを崩していった方がいいステージかも。黄色、
緑、青、オレンジ、紫、黄色の順番で変わっていくよ。どっちの手玉を持っておいた方が先に投げれそうかも考えながらやってみてね。色が変わるのを待ってるのがもどかしいけど、ここは焦らず確実に消していこう。やっとクリア。Go! ブラスターだらけのステージ。まず下の方に並んでるブラスターはこんな風に斜めに切っちゃおう。真横に切っちゃうと一つ上の段のバブルが消しづらくなるよ。左右に並んでるブラスターはとりあえず全部横方向になった時に当てちゃおう。天井付近のブラスターは一つ下の段のバブルが邪魔で狙いづらいから真横に切っちゃってピンクと黄色のバブルを先になくして色数を減らしちゃった方が早いかも。レディーゴー。プラスもマイナスもいっぱいだけど、クリア条件がバブルを全部消すことだから、消す順番が大事なステージ。まずはペイントバブルがピンクになった瞬間にちぎり落として、岩の真下あたりを狙って、ピンクに染めて消そう。次に右側のペイントバブルもピンクでゲットして、岩のすぐ左あたりを狙って、邪魔なマイナスバブルをちぎり落とそう。次は右上のペイントバブルを黄色になった瞬間でちぎり落として、真上に狙いを直して、バブルの塊に当てる。こうすると最小限のタイムマイナスだけでタイムプラスを取れるよ。プラマイプラスで制限時間も安心。あとは残りのバブルを消せばクリア。レディーゴー。前にもこんなお花みたいにバブルが並んだステージがあった気がする。けど今回は岩を避けながら狙ってチャックンを助けないといけないんだ。天井が下がってくるにつれて狙いやすい位置、狙いづらい位置、狙えなくなる位置が変わってくるから気をつけて。いらない色はもう投げなさそうなところに捨てちゃおう。一番上のチャックンが紛れてるバブルの塊は左右の壁に反射させて割ってね。時間がなくてかなり厄介なステージ。ペイントチェンジラインはちぎり落としたいところだけど、バブルが迫ってるから左側のは当てて消しちゃおう。こっちを当てて使うと右側のペイントチェンジラインは消しやすくなるから、右側の塊をちぎり落とすついでにアイテムとしてゲットしちゃおう。左側のバブルの塊はうまく斜めに投げるとバブルの間をすり抜けられるから、こんな風に切り落とせるよ。この後は地道に消していこう。アイテムとしてゲットしたペイントラインは危なくなった時やなるべく上の方で真ん中のバブルの塊に使うのがおすすめ。
ペイントラインが見えたら当てちゃえば残りは一気に切り落としやすくなるよ。レディーゴー。お花みたいにぶら下がってるチャックンを切り落として助けていくよ。岩よりも下は消しやすいけど、岩より上は反射させて消す必要があるよ。早速間違えちゃった。左上の方は左右の壁に2回反射させないと狙えないから、うまく角度を調整しながら狙ってみてね。チャックンを助けるステージだから普通のバブルは無視して OK だけど、消しといた方が助けやすくなるよ。よし、クリア。レディーゴー。スター使いたいけどちぎり落とせないからすぐに使っちゃうよ。消す色のおすすめは紫と緑、どちらも天井付近で岩に囲まれてて消しづらい色だよ。あとはブドウみたいにぶら下がったバブルをなるべく上の方から切り落としながら消していこう。レッドラインを越えちゃいやすいステージだから、ステージ全体をよく見ながら気をつけてね。色数減らしてもバラバラしてるから結構大変。ようやく全部消せた。レディーゴー。バブルが斜めにつながってる。まずは目の前の板を片付けよう。チェンジバブルは隣と同じ色に変わった瞬間を狙って消そう。変な色に変えちゃうと板も邪魔だし消すのが厄介になるから、落ち着いてちゃんと待って消すといいよ。ここまで来れば板もなくなってもう安心。残りはなるべく根元の方からちぎり落とすように消していこう。レディーゴー。最初にガイドバブルをゲット。まずは左側のブラスターに手玉を当てて斜め左上方向に消そう。そしたら奥のブラスターに手玉が当たるように慎重に狙って、矢印の向きが斜め右上方向になった瞬間に投げる。そうすると天井付近のボムまで届くよ。反対側も同じようにして狙おう。
レディーゴー。このステージは消す順番が大事。まずは一番左のピンクのペイントバブルに手玉を当てよう。次はすぐ隣の黄色のペイントバブルに当てれば、あとは青のバブルのラインだけ。最初に右の方にある青のペイントバブルを狙いに行くよ。絶対に一番右のピンクには当てないでね。真ん中あたりはピンクのペイントバブルに絶対に先に当てておかないと青でつなげられなくなって済んじゃうんだけど、ピンクと青のペイントバブルの間に青を当てれば一発で色をつなげられるよ。レディーゴー。地道に消していくしかないステージ。ペイントチェンジバブルが右側と左側に一つずつあるよ。まずはそれに当てに行って、ちょっとでもステージ上のバブルを減らそう。なぜなら気持ち的に楽になるから。ちぎり落として使おうとするには気を使っちゃって時間がかかっちゃうし、めんどくさいし、あまり意味がないステージだから、直接当ててスピード勝負にした方がいいよ。左側のペイントチェンジバブルよりも左側のバブルは消さずに斜めにペイントバブルに向かって消していくと後でちぎり落としやすくなるからちょっとだけ時短になるよ。ここからあとはひたすら時間との戦いでどんどん消していこう。早くバブルを消す修行のようなステージだと思って頑張って。レディーゴー。ペイントチェンジラインはところどころにあるよ。何色に変えるのが効率が良いかだけど、ペイントチェンジラインの上下の段に使われている色、下のホールドだとピンクか紫に色が変わった瞬間に毛玉を当ててあげるのがおすすめだよ。こっちの方が上下で色がつながってちぎり落としやすくなるんだ。天井の下がるスピードが速いから左右でレッドラインを越えないように気をつけてね。一番上と上から3段目に配置されてるペイントチェンジラインだけは上下がオレンジから黄色だから、その色になった瞬間に毛玉を当てた方が消しやすくなるよ。レディーゴー。エリア9のラストはスカルステージ。他に特殊バブルもないし落ち着いて消していこう。真ん中のスカルはすぐ左右のバブルを消していけばちぎり落とせるんだけど、左右に並んでるスカルは直接狙って周りのバブルを消そうとするとどうしてもスカルに触れちゃいやすくなってるから、必ず左右の壁に反射させて消すようにしよう。天井が下がりすぎるとスカルを避けて壁に反射させて消すのも難しくなっちゃうから、まんべんなく消していくのがおすすめだよ。やったー！エリア9クリア！
レディーまずは右側にあるボムをちぎり落としに行くよ。狙いやすいところを狙って落としたら、今度は天井付近の根元を狙って一気に落としちゃおう。次は真ん中付近のバブルをちぎり落としに行くよ。反射させる必要があるから狙いづらいけど、頑張って。こうしてる間に左側がデッドラインを越えそうになってくるから、危なくなったらこまめに消しておこう。黄色来た。落とせた。今度は V 字になってる右側の柱を壊したら、一番左奥のバブルをボムでドーン。今回は綺麗にクリアできたけど、デッドラインを越えそうな時は緊急でボムを使ったり、臨機応変に対応してもなんとかなると思うよ。レディー岩を避けながらチャックンを助けに行くステージ。岩にくっついてるブランクバブルは綺麗に消しておかないとバブルの通り道が作りづらくなるよ。チャックンを消すときは消したいチャックンの色と同じ色の手玉を投げて、ブランクバブルの色をうまく変えてつなげて消せるようにすると楽だよ。壁に反射させたりしなくてもクリアできちゃうステージだから、そこまで難しくないかも。すべての特殊バブルを出しました。みたいなステージ。ペイントチェンジラインもペイントチェンジバブルも、オレンジか紫の時に手玉を当てると、次の特殊バブルが消しやすくなる配置になってるよ。このステージは5色のバブルがバラバラに並んでるからすごく消しづらい。スターとブラスターをちぎり落とすのも難しいから、なるべく早めに使っちゃおう。ブラスターは右斜め上方向に矢印が向いた時に手玉を当てるのがおすすめ。こうするとスターを早めに消しやすくなるよ。スター消せた。最後まで一番ステージ上に色が残ってる可能性が高いのは緑だから、緑で消すのが一番いいんだけど、僕的にはとにかくなるべく早く消しちゃうのをおすすめするよ。今回はスターの横のオレンジを消そうとしたらそのまま消せちゃった。ガイドバブルはなるべく最後の方まで取っておいて、ミスショットを減らしながら、なるべく根元の方のバブルをちぎり落とせるように狙っていくのがいいと思うよ。ガイドバブルの効果時間30秒以内に、できるだけたくさんのバブルを消そう。実はこの攻略動画を作るときに一番苦戦したステージがここなんだ。なんとかギリギリクリアできた。みんなも頑張ってね。レディー難しかったステージの後はちょっと簡単。垂れ下がってる黄色バブルを消してゴムをちぎり落として岩の間に挟まってるチャックンを助けるよ。全部のゴムをうまく岩の隙間に当てられないとクリアできなくなっちゃうから、ミスしたらリトライしよう。黄色のバブルは最後まで残るから真ん中、左、右の順番でチャックンを助けていくとスムーズだよ。レディー板がたくさん。ゴムが2つちぎり落としやすい位置にあるから落としてアイテムとして持っておこう。バブルは全体的にちぎり落としやすいように並んでるから使わなくてもクリアできちゃうけど、レッドラインを越えそうで危なくなった時とか天井付近から一気にちぎり落としたい時に使うのがいいよ。例えば
この辺とか。レッドライン越えも回避できたし、たくさん消せた。もう一個のボムも取っておいて、最後の方に使おう。今だ。ボム発射。レディー視点に囲まれた厄介なステージ。ここはちょっと待ってでも、毛玉と同じ色にチェンジバブルが変わった瞬間を狙って投げた方がいいよ。視点に完全に囲まれちゃったバブルは狙えないから、適当に投げるとどんどん消しづらくなっちゃうよ。チェンジバブルは黄色、緑、青、オレンジ、黄色の順番で変わるから、使える手玉2色のうち、どっちを先に投げられそうか考えられるようになると、ちょっとでも早くクリアできるよ。最後は囚われてるチャックンと同じ色の手玉を用意して、チェンジバブルが同じ色に変わった瞬間に投げよう。間違えた。こんな状態になると消しづらくなっちゃうんだ。チャックンは全部で4色あるから、チェンジバブルの色が変わる回数を減らすために、一体になるべく集中して助けていくのがおすすめだよ。2色だけだとだいぶ簡単。最後は連射で OK。5色のバブルがバラバラに並んでるのに、特殊バブルが一つもない、地道に消していくしかないステージだよ。しかも星3クリアまでの制限時間もかなり厳しいから、バブルをなるべく早く正確に狙って消していくスキルが求められているよ。紫のバブルは右上の塊、黄色のバブルは左下の塊にしか使われてないから、真ん中あたりのバブルをこんな風に小さめにちぎり落としておいて、紫のバブルが手玉にやってきた時に投げる場所を作っておくといいよ。全体的に斜め方向にバブルを投げていった方が消しやすい配置になってるから、基本的に斜めに狙っていって、なるべくバブルをちぎり落としやすくなるようなポイントを作っていこう。天井が落ちてくるスピードはかなりゆっくりだけど、油断してるとこんな風に気づいたらピンチになってるから気をつけてね。黄色はさっき言ったように片方の収まりにしか出てこないように早めに全部なくしちゃいたい。これで出てくる色数を1色減らせたよ。あとは地道に消していく時間との戦い。このステージが星3クリアできるようになってたら、オンライン対戦でもかなり上のランクまで上がれるようになってるはず。反射させる必要も特にないけど、とにかく正確に消していくスピードが大事だよ。あとちょっと。なんとかギリギリクリアできた。レディーゴー。ま
まずはすぐ上のゴムを切り落として真上に投げる。次にブラスターを斜め方向の時に切り落としてまた真上に。もう一つさっきとは逆向きのブラスターをゲットしてまた真上。追加のゴムも切り落として真上。今度は右側のブラスター斜め方向で切り落として真上。ここまで掘り進められたら今度はブラスターが真横になった時にちぎり落として一番上の天井に当たるように投げて一気にちぎり落とすよ。右側のピンク消しすぎちゃったから邪魔な板をゴムで壊して狙いやすくなったところを当ててクリア。レディーまず一番左のチャックンをこの支点の隙間を通して助けるよ。次は真ん中天井付近のチャックンを左の柱の青いつなぎ目付近を狙って救出。ちょっと狙いを右にずらしてその下も救出。右の隅のチャックンは斜め45度ぐらいで狙って助けたら最後は狙いをほとんど変えずに残りのチャックンも助けられるよ。レディーバブルの先端が今にも迫ってきそう。目の前のバブルを先に減らしちゃおう。危険を乗り切ったら今度は壁に反射させながら天井にくっついている付近のバブルを消してちぎり落としに行こう。これで左側は OK。 反対側も同じような感じで狙っていって大量に落とせた。気持ちいい。残りはブランクバブルばっかりだから簡単だね。レディーチャックンがいきなり近い。チェンジバブルがすぐ隣のチャックンと同じ色に変わったタイミングで手玉を当てて助けてあげよう。天井は下がってこないステージだから目の前のチャックンを消せたら奥の方のチェンジバブルを消していこう。壁際に並んでるチェンジバブルは上の方からちぎり落としやすくなってるから狙うのに邪魔になるバブルだけ消しちゃったらあとは上の方をなるべく狙っていくといいよ。その後同じタイミングで色が変わるチェンジバブルが集まっているところを狙ったりチェンジバブルが隣り合ったバブルや持ってる目玉と同じ色に変わった瞬間を見計らって消していこう。適当にバシバシ投げていっちゃうよりも少し色が変わるタイミングを待って綺麗に消していった方が結果的に早く消していけるよ。一気に黄色チャックン助けたかったけど手玉が当たる前にピンクに変わっちゃった。これでピンクバブルはもう出なくなるね。間違えた。天井が下がってこないと逆に狙うのが難しいね。レディーブラスターの使い方次第で解き方がたくさんあるステージ。まずは目の前の2つのブラスターを左から当てて三角形に切り落とすよ。右のブラスターは次の角度に変わる直前に当てると真横矢印のブラスターをゲット。落としたブラスターはそのまま真上へ。左側のブラスターは右斜め上に。落としたブラスターも使っておくよ。
右側のブラスターは斜め左上に。また直前に当てたから真横矢印のブラスターをゲット。上の方のブラスターも最初みたいに三角に切って手に入れておいた真横ブラスターを天井へ真上に投げよう。ここだけ自力で右側中段のブラスターに当てるためにカラーバブルを消していくよ。真横でちぎり落として真横ブラスターを手に入れたら、天井付近のバブルの隙間めがけてちぎり落とし、また真横ブラスターを手に入れたから今度は右側にブラスターを投げ込むスペースを作ってあげて、何もない天井に当たると跳ね返っちゃうから、天井とバブルの隙間を狙って、クリア。他にも解き方はあるからやりやすい方法を探してみて。レディータイムマイナスを取らないようにタイムプラスの色を変えてくよ。緑ペイントバブルのここの黄色のお花を染めて、ペイントラインは反射させて右から2番目のお花に使おう。左端のお花もペイントバブルで染めてね。タイムマイナスのついてないバブルは消しておいて。天井付近真ん中はお花は根元付近を緑に染めよう。最後のペイントラインは狙いをつけるのが難しいから普通のカラーバブルを当てて角度を確かめてから当てると失敗が少ないよ。レディー地道にスカルモンスターを追い払いながらバブルを全部消すステージ。天井が下がってくるとステージ端のバブルがかなり消しづらくてスカルを追い払えなくなっちゃうから、下の方のスカルからなるべく早くちぎり落とすことを意識して消していこう。壁の反射もうまく使っていってね。斜め方向にバブルを当ててあげると消しやすくなってるから、狙える位置は狙ってみてね。落ち着いて消していけば他のステージと比べてもそこまで時間制限も厳しくないよ。あとは紫と青だけ。クリア。いよいよ次が最後のステージだ。レディーメインストーリーの最後のステージ。三角とダイヤマークが並んでるね。まずは左端のゴムをアイテムとして手に入れられるようにちぎり落としに行こう。次は迫ってくるブランクバブルを処理しながら右下の方のチャックンを助けに行くよ。視線の周りのブランクバブルは早めにきれいに処理しておこう。ここまで来たら上の方のチャックンを助けに行くよ。
真ん中の視点の上側は消しづらいからゴムを使っちゃうのがおすすめ。右上はゴムにさえ毛玉を当てちゃえばいける。いけたー！クリアー！これでパズルボブルエブリバブルのメインストーリー全150ステージクリアー。終盤の方のエリアということもあってどのステージも星3クリアの制限時間が厳しかったりクリア自体もかなり難しいステージも多いんだけど練習を重ねてクリアできたら達成感も大きいはず。後半のステージは正確なショットも求められてくるステージが多いけどどうしても難しい時は星は1つしかもらえないけどずっとガイドが長い状態になるお助けリトライも試してみてね。メインストーリーを最後までクリアすると素敵なエンディングムービーも流れるからお楽しみに。通常ステージよりも難しい EX ステージのストーリーもそれぞれのキャラクターの個性がわかるようなお話になってるから挑戦してみてね。動画を見てくれたみんなが星3クリアできるように応援してるよ。頑張れー！